アニメや漫画、ゲーム、音楽から旅やグルメまで、あらゆるコンテンツの最前線をビジネスの視点で取材・検証するビジネスエンターテインメント。コンビズコンテンツビジネス情報局。日本をはじめ世界各国から発信される最新のコンテンツビジネス情報をお届けするコンビズコンテンツビジネス情報局のお時間です。今回ご紹介するのはこちら。最初に紹介するのは写真ちゃんマーケティングです。2018年に始まったアニメで3期にわたって放送されてきた写真ちゃんドロップキックが特殊なマーケティング方法で注目を集めているのはご存知でしょうか。今回はそのマーケティングの秘密を特集していきます。リポーターはコンテリホコさんです。はい、私コンテリホコが取材したのは北九州ポップカルチャーフェスティバル2024です。そこで写真ちゃんドロップキックのブースが展開されていたので取材してきました。では早速ご覧いただきましょう。 VTR コンビズ。九州最大級のポップカルチャーイベント、北九州ポップカルチャーフェスティバル2024。毎年さまざまな作品が参加する中、注目を集めていたのが写真ちゃんドロップキックのブース。魔界の悪魔邪神ちゃんと彼女を召喚した女子大生の花園ゆりねを中心に繰り広げられるちょっと危険なコメディ。人気コミックが原作で、アニメは2018年に第1期が始まり第3期まで制作されてきました。この日看護師の姿になって登場したのは声優の長谷川玲奈さん。ぜひ長谷川見かけたら献血行こっかなって思ってもらえるぐらい献血に貢献していきたいと思いますので、一面だ、ありがとう。今だって時間だからね。長谷川さんの応援を受け、ファンの方が向かった先は献血バス。写真ちゃんドロップキックはこのイベントで福岡県赤十字血液センターとコラボ献血を実施。仕掛けたのは宣伝プロデューサーの柳瀬さんです。献血を応援することで、世の役にも立ち、写真ちゃんのことも広められるんじゃないかと。おかげさまでですね、毎回採血上限いっぱいまで血を集めると評判でして、この献血コラボ、実は長谷川さんが演じるヴァンパイア族のアトレが血を集めに来たというストーリーにファンの方を巻き込んで盛り上げるというイベントになっていたのです。献血をしてくれた方には缶バッジを贈呈。コラボした赤十字血液センターの方は、今まで献血にあまり興味がなかった方々が写真ちゃんのコラボだったらということで献血に足を運んでいただいてご協力いただけるようになったと思います。他にも積極的に行っていたのが地元の人たちとのコラボレーション。地元を舞台としたアニメであるメカウデという作品の監督さんやプロデューサーさんを呼んでトークショーをやるですとか、小倉駅駅前にあるあるシティという大きなアニメビルがあるんですけれども、あるあるシティの方にも行っていただけるような施策ですとか、そういった連携施策を組み立てています。ステージイベントでは地元のメイド喫茶のメイドさんたちが福岡市で活躍するコスプレイヤー月見つくねさんとアニメソングでパフォーマンス。地元と連携した取り組み、その延長にあるのが、例えばふるさと納税で地方自治体と組んだアニメ制作を日本で初めて写真ちゃんドロップキックが行い大きな話題に。毎年夏、東京の神田明神で行われるアニソン盆踊り。ここでも宣伝プロデューサーの柳瀬さんは他のアニメ作品ではやらないようなことをしでかそうとしていました。
リハーサルですみたいなことを言っていただけると。すいません、リハーサルでございます。すいません。邪神ちゃん役の鈴木愛菜さんです。そうジャシドロドロジャシドロ。この日イベント用に作った邪神ちゃん音頭を鈴木さんが生で歌い、それに合わせてアニメファンの皆さんが踊るのです。皆さんこんばんは。そして本番、写真さんドロップキックです。櫓の周りには大勢の人が集まりました。みんなで写真を撮ってアニソン盆踊りを盛り上げるためにアニソン盆踊りで発信してください。よろしくお願いします。通常こういったイベントでは声優さんの撮影は NG。 しかし柳瀬さんの作戦で OK に。柳瀬さんの写真撮影 OK の施策について制作総指揮の夏目さんに伺うと、来られてるファンの方たちはやっぱり基本的には SNS で発信したいって今の若い方がやっぱり欲求を持たれてるんで、うまくそこに作品の訴求が持っていけるだろうっていう相乗効果は当然考えてますけど、イベントだけでなく今までさまざまな企画を考えてきた柳瀬さん。その宣伝プロデューサーとしてのこだわりとは。写真ちゃんドロップキックは弱小アニメなので他の大手の方と同じ宣伝の仕方をしていると、決して生き残ることができないんですね。ですから他の大手の作品がやらないことを徹底的にやろうと決めています。大手の資本が入っていない予算の少ない作品、そのため行ってきたのが、例えば第4期の制作費をクラウドファンディングで募り目標金額を達成させたこと、そしてネットでの違法アップロード対策として放送前のアニメを切り抜き違法より早く公式チャンネルにアップ。ネットニュースで話題となり登録者数が激増。他にも声優さんや使用楽曲のオーディションを開催。ファンが作ったグッズの商品化を許諾。イベントで5万円の ATM 席を設定。チケットの争奪戦になるなど話題となった企画には事欠かず。そのファンと一緒に作り上げていく施策で支持を広げてきました。しかしなぜこんなにも攻めたことをするのでしょうか。みんながやらなかったところを一番最初にリスクを負って飛び込むってことが大事なんですね。で、一度それをやってしまえばあれは一番最初に写真ちゃんがやったと言って語り継いでもらえるわけなんですよ。これって作品が生き残るのにすごく有効なことだと思うんです。企画を真似されても問題なし。そんな柳瀬さんは自身の宣伝メソッドを書いた本を出版するほど。宣伝プロデューサーとして見据える未来とは。原作者の幸男先生とも話したことがあるんですけれども、幸男先生や私がいなくなっても写真ちゃんが続くってそんなことがあるのかななんていう話をしていたんですね。とはいえそこまで行くのははるか遠くの話だと思っているので、今までにない形の新しいビジネスモデルをどんどん考えていってこれからも新しいアニメを作っていきたいです。実はイベントでの撮影の最後にファンの方とこんなこともやってくれました。番組の宣伝までしてくれてありがとうございます。はい、実は柳瀬さんアニメの宣伝プロデュースは邪神ちゃんが初めてだそうで、もともと NTT ドコモの社員さんでアニメの配信サービスの設計などを担当していたのですが、はい、邪神ちゃんのチームからアニメの宣伝ができそうと声がかかって試行錯誤しながら宣伝手法を考えてきたそうです。あ、そうなんですね。それでは水王子先生にもっと詳しいことを教えてもらいましょう。水王子先生、お願いします。柳瀬さんのようなアニメの宣伝プロデューサーの需要は
年々高まっているのではないでしょうか。はい、そうなんですが、宣伝プロデューサーは作品が露出されるかなり前からさまざまな施策の準備や企画立案、実際の露出に合わせたイベント、ファンコミュニティを作るなどやることが多岐にわたるんです。なので作品の掛け持ちなどをすると、今うちの作品に宣伝できる担当がいないという事態もあると言われています。そっか。では柳瀬さんのような手法を取る宣伝プロデューサーって珍しいですか？こういうことはどの作品でもできるわけではない手法だと思いますね。通常のアニメの場合、原作者や出版社など自分たちのキャラクターやストーリー、イメージなどを崩さないように守る側のスタッフとの調整が多く発生して、全ての宣伝アイデアが実現できない場面も出てきます。また過去の成功例に沿ったビジネス上失敗しない宣伝が進められていると、大胆な宣伝の変化球が投げづらいとも言えると思います。その点、邪神ちゃんドロップキックはいわゆるベンチャースピリッツを継続していることで、ファンに対しては期待は裏切らず、予想はいい意味で裏切るということにつながっていると思います。なるほど。リゾー先生、ありがとうございます。さあ、続いて紹介するのは食とコンテンツパート2です。以前海外へ広まる日本の食文化についてお届けしたのですが、その続報が到着しました。今回はアメリカ・ロサンゼルスのリトル東京で開催された日本食とアニメのコラボレーションイベントに潜入してきました。では早速ご覧いただきましょう。 VTR コンビズ。日本の食文化と食品を広く世界に向けて発信するため設立された J フード日本食品海外プロモーションセンター。海外でのイベントやプロモーションなどを通じて日本の食の認知度や価値を向上させてきました。そんな J フードが今挑んでいるのが日本食とアニメを掛け合わせたプロジェクト。2024年1月にはアメリカ・ロサンゼルス最大級のアニメイベントアニメロサンゼルスでラブライブサンシャインとコラボしたスペシャルミールボックスを提供。キャラクターの好物などを日本産の食材を使って表現したそのミールボックスはあっという間に完売。こうした J フードの動きに新たなクールジャパン戦略を策定した内閣府知的財産戦略本部でも関心を寄せていました。アニメ漫画が世界的な人気、食が世界的な人気っていうところはそれぞれで海外展開を高めていただくことは極めて重要ではあるんですけども、それぞれが連携する融合することによってさらなる価値を高めていく可能性があるというふうに見ております。 J フードでは次の展開としてアメリカ最大の日本人街ロサンゼルスのリトル東京にある複数の日本食レストランに協力を要請。日本の食材を使ったメニューであるキャンペーンを計画していたのです。コラボするアニメは転生したらスライムだった件、略して転スラ。現地のアニメサイトでも常に上位にランクインする人気作で、日本の食を再現したメニューも多く登場。それは J フードがこの作品を選んだ理由の一つにもなっているようです。去年、アンケートを実施したんですが、その際には日本のアニメファンの中で、約 51% の人たちが日本のアニメを見て日本の食を食べたというふうに回答しています。そういったことからも食×日本のアニメというものは成功する目があるのではないかと思いまして、今取り組んでいるところです。今回2024年11月から行われたスライム×リトル東京のキャンペーンは日本食レストラン11店舗が参加。そして日本が輸出重点品目とする食材を入れたキャンペーンメニューを考案。お客さんがこのメニューを注文するとその場で天スラのオリジナル缶バッジがもらえます。さらに特設サイトにアカウント登録しス
スタンプラリーに参加するとレジにある QR コードを読み込むことでスタンプを獲得。キャンペーン中のお店を巡りスタンプを3つ集めてリトル東京にあるアニメ関連の商品などを扱うショップジャングルに行くとオリジナル T シャツがもらえるんです。キャンペーン初日 SNS で情報を拡散すべくインフルエンサーの力も借りました。Oh, wait, okay. And here at Jungle in Little Tokyo, you'll be able to redeem this T-shirt if you collect 3 different dishes from various shops around Little Tokyo. 最初に訪れたお店は大黒屋アネックス。普段おにぎりなどのテイクアウトも行う日本食レストラン。こちらでは輸出重点品目の一つお茶を使ったメニュー、北海道サーモンとイクラのお茶漬けを提供していました。I'd never had rice and green tea before, but it's a really good flavor combo. I don't know why I've never tried it. It's really, really good. お店の方に工夫したところを聞いてみると、あまりお茶のこの風味を殺したくないということで、出汁を使わずに素材そのままの味を引き出せるような形で、今回レシピを組んでみました。はい、こちらのカップルもキャンペーンメニューを注文。天スラの缶バッジをゲットしたようです。It was great. Yeah, it was really good. It's a nice combination. I think it's very cute, and it's a good way to convince people who are really into this stuff that might not get out of the house as much too, to like engage with like their local community and like get food out. こちらはとんかつがメインの定食屋オブ東京。どんなキャンペーンメニューを作っているのでしょうか。カツサンドが結構アメリカ人のお客さんとかにも割と浸透してきて、その中で豚はあるんですけど牛肉はちょっとまだ挑戦してなかったので和牛カツサンドっていうのを、提供しました。ビーフって揚げると結構なんかやっぱり硬くなっちゃったり揚げすぎたりとか結構難しいんですけど、ジューシーに柔らかく揚げるっていうことを結構試行錯誤してやりました。他のお店でも日本の海産物や調味料などを使ったメニューが登場。今回のキャンペーンにリトル東京の日本食レストランを取りまとめる米国日系レストラン協会の久木田さんは期待を寄せています。現地の方で、日本食はあまり今まで食べたことないけれども日本のアニメがすごく好きでアニメの中で食べられる食べ物とかに興味を持たれて日本食を食べてみようというふうに思われる方も多数いらっしゃると思いますので、すごく期待はしています。日本の食材をロサンゼルスで流通させていくというふうなことに対してもこれからは僕は期待したいなと思ってます。一方オリジナル T シャツの配布に協力したグッズショップのマネージャーは、アニメを見てる層はやっぱりラーメンであるとか多分日本のアニメに出てくるものを食べてみたいっていうのはあると思うので、ここのレストランではこのアニメに出てきたものが食べられるとかなんかそうちょっと変わったものができたら逆に面白いのかなとは思いますけれども、今回地域のコミュニティを巻き込みながら展開されたキャンペーン。宮崎県の和牛を使ったローストビーフ丼を手掛けた新選組。その店長には思うところがあったようです。やっぱり日本食レストランが協力して、もう少し力を合わせて盛り上げるっていうのがこの町大切だと思うんで、できたらこのイベントもそれぞれやるんじゃなくてなんかまとまってもう少しできたらいいかなっていうのは思いました。はい、他の店舗の方はソーシャルメディア内でコラボして一緒に宣伝とかっていうのができるんじゃないかなっていうのを感じております。全体で例えばミーティングをしてこういう流れができるよねっていうそういった連携が今後もっと図れたらなっていうところは感じております。実は早速次の展開に向けお店同士で打ち合わせを始めました。日本食の普及への試みに今後も注目です。今回の J フードのキャンペーンをきっかけに日本食をより広めていこうというモチベーションが現地で高まっているようです。今後食とアニメのコラボレーションがリトル東京というコミュニティにより浸透していくといいと思います。
そうですね。次はどんな戦略で日本食を広めていくのか、引き続き追いかけていきますね。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。ここで檜山さやさんおすすめのコンテンツ情報を紹介する推しコン。今回紹介するのはコンテンツで地域を盛り上げるこちらの2つ。大洗秋祭り商工感謝祭&大洗あんこう祭り、モルック福島浜通りオープン2025 in J ヴィレッジの情報をお届けします。 VTR コンビズ。2024年11月に開催された大洗秋祭り商工感謝祭&大洗あんこう祭り。福円美里さん。2012年に始まったアニメ「ガールズ&パンツァー」の舞台として長年ファンや地元の人たちに知られている大洗。今回は5年ぶりに屋外ステージにキャストさんたちが登場。ガルパンが街に溶け込んでるっていう様が奇跡だなと思って、2月のあんこう鍋がどうしても食べたくて。あ、いいね。どうする？磯崎神社がすごい好きで、鳥居から見える海とかもすごく綺麗で、朝私早起きだったので海を見てきたんです。こう町の皆さんがこう協力してくださって、お店とかこういろんなところにパネルを置いてくださったりっていうので、キャストさんと大洗町のつながりも年を追うごとに強まっているようです。ガルパンが最終章本当に最後の最後を迎えても、なんかずっと帰ってきたりとか、故郷であることに変わりはないのかな。確かにそうゆかりは駄菓子屋さん、お菓子屋さんにパネルがねいるんだけど、そのお父さんがもううちの娘がって言って、うちの子がみたいな感じで可愛がってくれて、普通のお魚屋さんに立ち寄ったらお茶が出てきたことが温かすぎる。お茶でも飲んでいきなよみたいな。やっぱり人柄がね、全ては自分のお店をね作中で壊してくださいって。いや本当に電車で押し込んでください。そういう風に言っていただけるのもやっぱり愛ゆえだよね。皆様のおかげであんこう祭り大盛況で終えることができました。皆さんぜひ機会がありましたら大洗町に遊びに来てください。パンザーモルック福島浜通りオープン2025 in J ヴィレッジが2月16日開催。今注目を集めているスポーツコンテンツモルックで、東日本大震災により被災した福島県の活力を取り戻そうと始まったこの大会。エントリー受付中。モルックとはフィンランド生まれの気軽に楽しめるスポーツコンテンツ。実は私もずっと気になっていました。まずスキットルと呼ばれる木の棒を並べ、3、4メートル離れたところからモルック棒を投げて倒します。下から投げれば持ち方は自由。倒れたスキットルをその場で立て直したら次のチームの人が投げます。意外とうまくいったんじゃないですか。1本倒したら書かれた数字が点数に。何本か倒した場合は倒した本数が点数になります。このように重なっているものは点数になりません。3回連続で外すとそのチームは失格。合計点数が先に50点ぴったりになったチームが勝利。50点を超えてしまったら25点から再スタートです。知らないチーム同士が仲良くなれるのもモルックの魅力。初心者のチームのチャレンジも大歓迎。モルック福島浜通りオープン2025 in J ヴィレッジにぜひ参加しましょう。檜山さん、今日はいかがでしたか？そうですね、ガルパンはアニメが終わってしばらく経つけど今もすごい人気ですね。今でもイベントにたくさんのお客さんが来てくれているところを見ると、地域の活性化につながっているなと思います。至る所に県内でもですね、ガルパンのパネルが置いてある場所が多くって、自分もなんだか嬉しくなりました。ということで次回のコンビズはご覧のテーマでお届けします。それではさようなら。忘れない
おさや、あまり知られていないけど海外で今後人気が出そうだと思う日本食ってある？1個思い浮かんだのがあるんだけど、ズバリ桜餅。前インスタグラムに載せた時に海外の方が初めて見ましたっていうコメントが何件かあって、意外と知られてないんだなって感じたんだよね。コンビズ×桜餅っていうのでやりたいね。いいね。じゃあそろそろ行こっか。そうだね。